こんにちは。本日ご案内をさせていただきます長谷川酒造杜氏の鈴木です。よろしくお願いします。はい、ではこれから千枚を始めます。で、一番奥にあるたらいに1回お米をつけてお米を優しく洗います。で、洗う時間は1分です。で、手前のざるに1回置いてためと呼ばれる水を汲む桶ですね、それで2杯かけ流しをした後に、手前の半切りにお米をつけます。で、親戚時間の方は私の方で確認をしていいタイミングで揚げるようにしていきます。こちらは蒸している工程です。弊社ですと原料米や外気温によって蒸し時間変えますけれども、今日は1時間の蒸し時間になっております。蒸し上がったお米は奥の機械に移して粗熱を取っていきます。種菌の種類と、あとお米の硬い柔らかいで振る温度を変えていかないとなんですかね、急進してしまうというんですかね、成長がギュンっていっちゃうんで、それだとちょっとあんま都合が良くないので、
ゆっくりこっちの思うように持っていくために温度を調節するっていう形ですね。食べてみますか。麹をいじくるときは食べないとダメなんです。食べてどんどんその時がこういう感じっていうのを覚えていかないと作れない。はい、じゃあこちらどうぞ。で、弊社長谷川酒造はですね、天保13年1842年の創業で、来年で180年を迎える酒蔵です。で、建物は仕込み蔵、外の蔵が大正の建物で、母屋が明治の建物です。なので皆さんが思い描いているような酒蔵のイメージがぴったり合うのかなというふうに思います。こちらどうぞ。で、こちらが仕込み蔵になります。で、大体こちらの右側のタンクで仕込んで、左側のタンクに貯蔵するという形で1年間が過ぎていきます。で、仕込みは1年間でおおよそ50本仕込みますので、相手は次の仕込みをして、相手は次の仕込みをしてという形で1年がどんどん回っていきます。で、この建物ですね、この時計の柱の上をずるずるっと上がっていっていただきますと、建ててくれた棟梁さんが書いてくれた住の書が書いてあります。大正8年7月の建物です。はい、こちらは瓶詰めの場所になります。で、今詰めているのはちょうどこれからの季節ぴったりの四季を旅するシリーズ夏のお酒を今詰めております。で、弊社はですね、何年か前、10年以上前ですかねに起こりました中越地震で蔵が2蔵倒壊しておりまして、それを機に瓶貯蔵の方に少しウエイトを移しました。ですので跡地に冷蔵コンテナを5つで、少し離れたところに冷蔵コンテナもう1つで、あと小千谷市の方にスノードームをお借りして、そちらの方での瓶貯蔵ということに力を入れております。で、あと瓶詰めの方少し力を入れているのは熱酒で瓶を詰めるんではなくて、冷酒、冷たいままのお酒を瓶に詰めて、それで瓶の方に熱殺菌をするという形をとっております。そうすることによって熱で酒がかかるストレスの軽減ができるというのと、あと酸素に触れている時間を少なくできますので、酒質の劣化を抑えることができます。
私のおすすめはこちらの1本、四季を旅するお酒純米吟醸夏のお酒です。ラベルはセッタヤ在住のイラストレーター森俊則さんに描いていただきました。私個人的に非常に思い入れのあるお酒で、杜氏になる前に社長の方から長野県産人心地を玄米20票いただきまして、好きに作りなさいと言われて、私一人で初めて作ったお酒が原型になっております。商品としてはそちらに新潟県産虎視眈麗を使いました純米吟醸をブレンドして14度にまでちょっと度数を下げさせていただいて出品させていただいてます。夏にふさわしいような爽やかに軽い甘さのある飲み応えのあるお酒になっております。